こんにちは。こんにちは。サーフィンはどれくらいできるんですか？いやー、最近ちょっと立てるようになったぐらいですね。なるほど。えらい弱気ですやん。今日波ありますけど大丈夫ですか？いいですね。あわあわ感が。いいね。シュワシュワ感がいいですね。よし、じゃあ行きますか。行きましょう。今から始まるジャンゴファンゴジャンゴファンゴ Here we go はい、本日も始まりましたジャングルファングル。今日はスペシャルゲスト、新平さんです。こんにちは。今日よろしく。よろしくお願いします。お願いします。新平さんはもう憧れのビッグウェーブサーファーです。今回あれやんな。じゃあジャンゴファンゴ。新平さんのなんかちょっとバックグラウンドとかどんな感じなんですか？僕はそうですね。サーフィンはずっとやってて、それこそ自分の父親プロサーファーで。あ、そうなんですか。うん、知らんかった。関西出身の堀口元気さんっていう、レジェンドサーファーって言われてんねんけど、そのおっちゃんがサーフィン行く時に僕を連れてハワイに、ずっと子供の頃から僕はハワイにおったって感じですかね。あ、そうなんですね。で気づいたら、サーフィンしてた。いい環境ですね。そうやね。サーファーとして。そうだね。初耳ですよそれ。うん、父さんがプロサーファー。知らなかった。その頃関西やったらあんまりいなかったんじゃないですか、サーフィンしてる人。そうかもね。何人かおっちゃんのね、おるけどね、今スマックのね、上田のおっちゃんとか千葉公平さんとかね、するよね。あ、そうなんですね。このおっちゃんらの世代だよね。全然分からへんな。シングルフィンとかツインフィンの時の時代ですか？多分ね、親父なんかは多分トライフィンになってきたぐらいなんちゃうかな。あ、そうなんですね。多分。そういう人らの歴史も知っとくべきやな。あんまり知らないね。日本人サーファーのそういう歴史みたいな。日本のサーフィンの歴史は全然俺分からへん。新平さんでプロになったのはいつなんですか？僕はね、20歳ぐらいやったかな。それこそサンセットビーチで、試合勝てて賞金もらえて、あ、そうなんや。でその次のパイプの大会でも賞金もらえて、そうなんですか。それでプロって感じやね。やば。その頃日本人で賞金もらえるのって珍しかったりするんですか？外国でやっぱり賞金もらえるってなかなかおらへんかったんちゃうかな。先輩で言ったら吉岡智文さんとかが、メインランドの方の大会でなんか勝ってとかっていうのは聞いたことあったけど、やばい、隣にレジェンドサーファーおるわ。緊張してきた。何言うてまんの？そっか。で今はどれぐらいでプロサーファーは引退したんですか？そうやな、最近引退中ではっきりやめたとかいうわけじゃないんだけど、もともとコンテストはそこまで出てなくて、あ、そうどっちかと言ったらいい波、ビッグウェーブとか、波台風を追いかけてで撮影してとか、で雑誌のカバーを撮るとか、そういうのが仕事だったね。楽しそうやな。夢の仕事やね。それこそいろんなとこをね、旅してサーフィンして美味しいもの食べて、めっちゃいいですね。友達いっぱいできてね。ああ、いいですね。世界中でどこが一番好きですか？どこが、いっぱいいろいろいいとこあんねんけど、波だけ言ったらタヒチ。タヒチ。タヒチしたらチョープやったんですか？マジですか？すごい、あれが一番嫌なんだ。マジですか？チョープで一番危ない波って言われてますね。危ないよね。すごい危ないと思う。でもすごい綺麗だよ。レフトバックサイドもテイクオフバン決まったらもう OK みたいな。あ、そうなんや。入っちゃえばいらっしゃいっていう。なるほど。入っちゃえばいらっしゃい。何が特徴的なんですか、そこの波は？なんていうんやろ、テイクオフとチューブの大きさかな、綺麗さ。テイクオフがとにかく掘れるので、そのハードキュッてここの掘れるのが早いから、
テイクオフすると思ったらもう下がなくなってるみたいな。飛び降りるって感じかな。なるほど。じゃあちょっとエアドロップしてだいぶエアドロップしてなんとかボトムで耐えてギャーみたいな。ほんならもうそこまで行ってしまえばあとはもう出口目指してビューンやから。僕がそれやったらどうなります？多分10回転ぐらいして側転10回転からのまあ一本背負いちゃんバーン最後にリーフでザクザクなってやば上がってこない死んでもうてるまあねそういう危ない波もあるけどハワイはでもあれだね比較的いろんな種類の波があって例えばワイキキビーチとかパイプラインもあるしワイメベイもあるけど、はいでもタウンでもねいっぱいいいとこがあって、はい、それこそサーフィンまあなんて言うんだろうサーフィンの聖地みたいなところに言われてるけどその通りやなって思うかな。やっぱそういう面で見ると、じゃあ今は何してるんですか？今はそのハワイに住ませてもらって、サーフィンレッスンをサーフィンを教えさせてもらってるかな。なるほど、皆さんハワイに来た時はぜひ普段は1対 1？ その人による1人で来たら1対1になる、2人で来はったらまあ1対2やし、で例えば4人で来て4人いっぺんにっていう人もおれば、じゃあ6人家族で来てて、で6人いっぺんにはできひんから、じゃあ3-3で分かれてじゃあビーチで遊んでて3人行ってくるわで交代とかそんなんもするし。いいですね。じゃあ結構フレキシブルな感じ。もう全然フレキシブルに。なんかパーソナライズツアーみたいな、ツアーっていうか、ラーニングみたいな感じで。そうね。大体僕のその売りはその人に合ったレベルで、なんていうのうまくなってほしいし楽しんでほしいから、これをやってっていうんじゃなくてじゃあどんなことしようかとか、っていう風にやっていくかな。なるほど。結構リラックスした感じで、遊び感覚でっていう感じ。そうやね。まあサーフィンの良さを伝えたい、楽しんでもらいたいっていうのが一番根本にあるので、いやだからもうすごいラッキーなことやな。ビッグウェーブサーファーからサーフィン教えてもらえる。普通に観光でハワイ来て遊びに来てプロサーファーに教えてもらって完璧だよ。普段タイプーやったっけ？チャプチョプチョプえげつない波のえげつないからワイキーでサーフィン教えてもらえる。最高ですね。なんかちょっとサーフィンかじってる人からしたらめちゃめちゃいいですよね。多分自分で言うのもなんやけど僕も父親に教えられて育ってるんで、伝えるのは結構得意というか好きかな。いいですね、先生。任せてください。日本でもね子供たちにサーフィンずっと教えてて、もう14年ぐらいかな。美濃学校って、関西とか湘南とかいろいろ全国各地やったよね。関西やったらどこでやるんですか？関西美濃学校、磯の浦。磯の浦、それって和歌山県。新平さんも和歌山ですか？僕和歌山出身。いいですね。関西やったら他にサーフできるとこあるんですか？いっぱいあるよ。関西はでもなんかなんていうんだろう、ローカリズム結構うるさくて。そうなんや。それもいろいろ聞いてもらえたら、できる範囲で答えさせてもらいます。ちょっと気になるな。それエピソード2いこうか。俺がいきなり知らんポイント行って、関西人のおっちゃんに怒られるけど関西弁で逆ギレする。うっさいわ。いや殺されますね。ローカルでリスペクトね。ブラックリスト乗っちゃってる。どったら終わりやから。もうこんな T シャツ着たらやばいよ。So fucking sure。僕らも実は行ってきたんですよ。行ってきたんですよ。もう新平さんの個人レッスン1対1で。1対1じゃないけど。1対1ぐらいですね。じゃあちょっと VTR 見てみるか。VTR いっちゃいますか。いっちゃいましょう。ジャンゴファンゴ。ありがとうございます。今日は新平さんのサーフキャンプに参加してきました。新平さん。エリックさん、どうも。浜さん。
サーフボードあるじゃん。来ましたよ。いいね。これもツインフィンだよ。準備バッチリ。準備バッチリ。いつもどんな感じなの？例えばじゃあどんなんですかって言ってサーフィンしたことありますってまず聞いて、はいはい、でサーフィンしたことないんですって言ったら OK 分かりました泳げますとか。なるほど。まあでもここからリーシュ、このね、はい、サーフボードについてるこのリーシュって言うんですけどこれね、はい、流れ止めついてるからここからその木ぐらいまで、ここから本当もうエリックぐらいまで泳げたら。よくさ、サーフィンって泳げなくてもできるんですかって聞かれんねんけど、さすがに泳がれへんのはちょっと困るけど、でもここからそれぐらいまで泳げる、犬かきで浮いてられるっていうレベルでも十分なんだよね。あ、そうなんですね、多分それ知ってたらサーフィン始めると結構多い。そうだよね。確かにその恐怖が一番でかいから、なんか溺れるとか、あんまり泳げない、俺らのレベルってどんな感じなのね。なんかまだ今年ノース結構いった今よな。年そうノース普通に行けるようになったね。チャンスとかジャンボーズ結構無謀ですけどとか。大丈夫みたいな感じで見られますけど、他の人とか普通にストレート8フィートぐらい510のボード行ったそうやなバリ流されるちょっと今度痛むようにしようかいやそうですねでもほんまにやっぱり自分らぐらいできるコーラやったら、はい、そこそこ自分のレベルをちょっとずつこう押し上げていくような挑戦、無謀にバーンいったらあかんけど、はいはいはい、まあ、ちょっとずつやるっていうのはすごくいい、まあ、今ここでこうやってねおるからさよかったなと思うよ。あれいいチャレンジだよ。結構、まあ、波乗ったりするんですけど、大概俺パンプするぐらいで終わるんですよ、そこで、天気良かったな。しようと思うんだけど、なんか間に合わないで。じゃあ例えばカットバックできる？できれる？走っていってできないみたいな。俺あんまりエリックスの右からね、あんま見てない。いつも左見ろって結構別々。自慢させろってなるほどなるほど。まあ多分エリックぐらいのレベルになってきたらまあちゃんと上下を使うこと、はいはい、あとまあ出ていってしまったら戻ったりとかパワーポケット、波のパワーゾーンを使うことがすげえ大事になってくるよね。なるほど。波がやっぱ折れてくると斜面ができるから、はい、その斜面をちゃんと使えるようになるほど。戻っていったら戻って斜面使ってっていう斜面の奥はチューブやしみたいな。おお、チューブ入れんじゃん。今日多分いけるで。マジで？うわちょっとインサイドポケット入って。あるある。マジですか？うんうわじゃあそれを狙いに。狙いに行こうか。じゃあ今日のゴールはチューブ入る。チューブ入る。最高。じゃあちょっと見てみましょう。バイバイ。ダブルレインボー。スリークの目の前。お、いいねいいね。おパンチボールみたいな。あ、ほんと、あそこや。いいじゃん。歩いてサーフィンだ。完璧やな。どうすかこういうプチトリップみたいな感じも。いやーもうめっちゃ楽しいです。いいよね。やっぱサーフィン楽しいですね。そうだよ。毎日できます。
こういう日はね、波食らうとはまるので、横からこうね、回って入れましょう。ほらまっすぐじゃん、まあ、もっとこうひねれるような、肩がひねれるよう、こうグッとひねれるような、このなんていうの、ここがこうなったりとかできるような、あと目線がこっちにギュッていけたりとか、バックサイドやったらそっち向いてこのサーフボードノーズ見るぐらいの、この俺のサーフボードのステッカーぐらい見るぐらいの気持ちで、そうでグッとこういったり、体硬いですね。いけたりしたら、その板はブーンって走ってくるよね。こげ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 、よっしゃ。ちょっとこれ問題ちゃいますこれ。大問題でしょこれ。腰引けてるもんな。エリックさん、これちょっとブレーキダウンしてこれこの時何が走ったんですか？いや、これはもう絶対乗ったろうと思ったけど、こうなんやろう、俺いつもこれやねん。いつもこうなんねん。こうなんかテイクオフしようと思ったら、なんかな、そのもう一気にだいぶスピードがいきなり落ちて乗れへんっていう。これ多分ね、ごめんちょっと話の途中やったんやけど、パドリングの回転数をもうちょっとここではい。バッパってこう出るやん。で来たって時にパパパってこうこぐような。なるほど。じゃあこれほら。あ、これエリックの。これ僕が後ろから乗ってたやつね、これ。エリックのカットバックあるじゃんこれ。ちょっと反省会してこれ。乗りました。言ってたやつ。そう言ってたやつ。そう、もっと目線と、まず目線だね。だからこう板が自然と返ってくる。はい。板の上に乗りっぱなしやねんこれ、常に自分の。ボトムターンはちょっとできてたけど、ほらこれなんか板の上にずーっと乗ってるやん。やっぱ足が前に出てますもんね、ずっと。なんか自分が前に出てない。うまい人って例えばじゃあジョンジョンなんかでさ、サーフボードがバーンってなって体こっちになるじゃん、こうやって、はい、あるあるね。ボトムターンの時も逆でこういう風になってて、でトップターンの時こういう風になってて、ね、そういうそのなんて言うんだろう、なん外れてるというか、その倒してる状態を作ってあげないと。おー、やばいですね。マジちょっとリベンジマッチする？行こうや。行こうか。いいっすか？じゃあ次波上がった時いいですか？まあ波ちっちゃくてもねいいけどね、行こう行きましょう。次なんかスエル来る予定とかあるんですか？週末かな。週末。おお。ちょっと上がるみたい。よかったらいいですね。ぜひ行きましょう。なんです。エリックのリベンジマッチ決定しました。悔しいわ。で、そうだ。その日本から来る観光客の人たちとか、ローカルに住んでるサーフィンが上手くなりたいっていう人は、新平さんどこで連絡取ればいいんですかね？僕はそうだね、インスタグラムで見てくれてもいいし、あと新平ズスクールオブシーって言ってそのホームページがあるんだけど、新平ハワイって調べてもらえれば、出てくると思います。Google で？出てくるんですか？出てくる。ただディスクリプションにも入れとくんで、クリックしてください。ぜひお願いします。あれですよね、テラハにも映りましたよね、一瞬。新平さんのサーフスクールのそうやね、そうやったね。ありがとう。それも出てるんで見てください。それを見つけて、そのクリップを見つけた人はパンチボールコーヒー一杯ただ。